衣装ね、しっかり映える感じで、そうですね。なんか、アドバイスあります？してみたいかな。早くやればいいか。まあね、今回ね、シリコンバックホークやっていくんですけど、27歳ですね。お仕事でどんな感じですか？ステージで踊る人。ああ、確かに。なんかやろうと思ったきっかけは衣装ね、しっかり映える感じで、そうですね。で、今回シリコンバックホークをね、250の文字番組サイズで入れていくんですけどね、シリコンバックだけなんで、ハイブリッドホークと違って4、50にしないので、シリコンだけでなるべく自然な感じで作っていこうと思うんですけど、なんかどんな感じにしたいとか思いますか？一番は自然な感じで、なるべくね、やっぱりシリコンバックホークで一番のデメリットが違和感が出る可能性があるというところなんですけど、なるべくないようにしていってあげて、絶対触られたらわからないようにっていうのはちょっと不可能なところがあるんですけどね、服着た時とかね、映えさせたりとか、そういう場合にはすごいシリコンバックホークに一回大きくできるのでね、シリコンホークだとちょっと定着率の差とかあって読めないところとか、ペンに入れてもいいんですけど、その場絞りとかできてね、あと修正とか大変になることもあるんですけど、シリコンバックだと人工物ではあるんで、違和感は若干出るかもしれないんですけど、確実にバストアップできるっていうところで、そこはいいかなと思うので、今回シリコンバックでつきますね。お仕事はいつ復帰されるんですか？1ヶ月以内に。1ヶ月以内、全然大丈夫です。結構、なんか、しっかり踊れるんですか？割と。そうですね。2週間はね、無難に休んでもいいかなと思うので、シリコンを入れるときにね、結構剥離範囲が大事なので、この正中のところに乗せて、やっぱりこの骨のところどうしても入らないので、できるだけこのね、外側のところよりも内側に入れるように出していきたいんですね。このラインは綺麗なので、そのまま使おうかなと思いますね。ちょっと気をつけたいのが、やっぱりあんまり上剥離しすぎると、シリコンでね、寝た時に結構横に運動したり上に行ったりすることがあるので、ジェットコースター乗ってる時とかにね、海外の人上に上がってる動画とか結構回ってるのはあるんですけど、まずああいうのを押さないためにあんまり上は剥離しすぎない。本当に通るところだけしっかり剥離していく感じ。できない時はあるんですけど、必要なところだけ剥離して、注意してやる方がいいかなと思いますね。じゃあ今回入れていきますね。ではオペに入っていきます。まずは麻酔ですね。脇のところを 3.5 センチほど切るので、そこを麻酔していきますね。この麻酔に止血剤のエピネフリンも入っているので、切開する時の止血にもなります。そして15番メスを使って切開をしていきますね。だいたい傷は 3.5 センチほどで、400とか300後半のものを入れるときは4センチ以上切る場合もあります。そして出血があるとバイポーラーでしっかりと止血していきます。次に行うのが致命線と液をしっかりと乳腺管の層に入れていくことですね。これが正直シリコンバックの施術の中で一番大切な作業だと思います。この致命線と液の中にエピネフリンも入っていて麻酔液も入っているので、痛み止めの作用と止血効果がありますね。またこうやって致命線と液でしっかりと剥離することによってドン的に剥離して出血も抑えれますね。この時に乳腺管の層を他のところとしっかりとハイドロダイセクションといって、要するに水の圧で剥離することによって隙間をしっかりと作って剥離作業を容易にすることが可能です。大体僕は片側200から 300cc は致命線と液を巻きます。そして出血しやすい場所というのがあるので、そこにはしっかりと巻いてなるべく出血を起こさない工夫を行っていますね。巻いた後は手でドン的に剥離していきますね。正直内視鏡とかね、いろいろな機械はあるんですが、この手でしっかりと乳腺の組織を確認しながら剥離するのが一番確実で安全です。で、奥の方の届かないところはこの爆流鉗子を使って開けていきますね。この作業の時にですね、致命線と液をしっかり巻いておくことで出血をしないように剥離作業が行うことができますね。シリコンバッグを入れていきます。まずはこのポピドンヨードをシリコンバッグの蓋のところに入れていきますね。このポピドンヨードで消毒したまま入れることで感染対策を行います。そしてこのポピドンヨード入りのシリコンバッグをキラーファンネルという中に入れて、でそのままキラーファンネルを入れていきます。先端を少し入れて、そのまま押し出していきます。ぐーっと押し出してスッと入ってきましたね。そしていい層に置いていきます。綺麗な位置に入っていると思いますね。しっかりとチェックします。シリコンバッグ補強のちょうど1週間で250切れた方なんですけど、どうでしたか？起き上がりがきついけど。そうですよね。起き上がるときにバッグとかね、硬い感じとか痛み出ると思うんですけど、今はどうですか？今もほぼないです。大丈夫そうです。250入れてるけど、そんなに腫れ感もなく、いい感じに、これぐらいだったらかなり3ヶ月だと自然になるかなと思って、ぐーっとしてもらっていいですか？ここをすでに開かずに、体重の綺麗なラインになりそうなんで、結構いい感じかなと思いますね。ここだけちょっと硬い感じになりますね。シリコンここから剥離するんですけど、組織がダメージ受けるので、それが治っていく過程でちょっと炎症反応が起こって、組織が繊維化したりして、ちょっと硬くなることがあるんですけど、治ってはいきますので、ちょっと経過見てもらったらいいかなと思いますね。なんか気になることありましたでしょうか？いや、大丈夫です。大丈夫そうですね。じゃあ、続きます。シリコンバッグね、4ヶ月ぐらい。9ヶ月。経過順調そうなんで、もともと形綺麗だったのでシリコン入れただけでもね、なんかすごい綺麗な感じで、ですけど、ここにあれですね、皮膜拘縮の硬い感じが
当たりますね、こうね。シリコン入れるとですね、異物なので体が生成反応でちょっと防御して守ろうとする反応で、そしたらかさぶたみたいな感じですね。そういうのがちょっとシリコンの周りを覆ってちょっと硬くなって、こういう触った時にですね、ちょっと気になる感じ出てくる場合があるんですけど、悪いものではないので置いておくか、本当にもうどうしても気になる場合は上から脂肪注入でコーティングするとか、あとはシリコンのサイズどうしても気にならない時は一回取り出して、その時に皮膜も取り出すっていうのはできますけど、これぐらいだったらね、置いといていいかなと思いますけどね。結構気になりますか？あそこまで。ちょっとなんかありな。で、傷はちょっとこう、3ヶ月でこれで、綺麗にはなると思うんですけどね、赤み感あるんですけど、でも盛り上がってはないので綺麗にはなるけど、タバコ何個吸うんですか、1日？アイコス。アイコスか。8本アイコスでもやっぱり傷とかね、あと皮膜拘縮にも良くないんですよね。周りも吸います。はい。4ヶ月ぐらい経ってるから、もうあれですけどね、できたらオペラ後はちょっとタバコをね、吸わないようにと、あと遠ざけてもらって、経過見てもらったら、経過は良さそう、全然いいので、傷きれいに治っていきますけど、大体1年ぐらい見てもらって薄くなっていきますので、グーッとしてみてください。こうね、別に寄せた時に自然にありな感じになってるんで、いい感じかなと思いますけどね。アドバイスありますけど、してくれるかな。早くやればいいかな。前やってる時ね、脂肪吸引とかね、包茎もそうですけど、やって満足していただける方はね、結構言ってくれるのでね、悩まれてる方ですね、カウンセリング来ていただければと思いますね。じゃあちょっとまた、半年の時見せてください。じゃあ、シリコン膜包茎の半年ちょっとぐらいね。もう大丈夫そうですか？その段階的には。はい。何も。膝とぐらいですね。そうですね。ちょっとここにちょっと見えるかなとは思うんですけど、線があるんですけど、盛り上がってたらね、きなころと注射とかやっていいかなと思うんですけど、6ヶ月でこれぐらいだったら、1年ぐらいで薄くはなっていくんで、で、ちょっと白っぽくは残るかなと思うので、ちょっと様子見てもらったらいいかなと思います。周りにタバコとか吸います？吸いましたっけ？はい、吸います。傷跡にタバコがあんまり良くないんで、どれぐらい吸うんでしたっけ？10本か、1日。そうね、ちょっと直すのを考えるとタバコ吸わない方が綺麗に洗われやすいんで、ちょっとそこら辺も気をつけてもらったらいいですけど、でも嫌がってはないから、普通に生活していいものを食べて、ちょっとタバコの吸うだけ気をつけてもらったら結構綺麗に治ると思うので、ちょっとグーッと吸ってもらってもいいですか？で、半年の時に、もしね、寄せる時にリップリングとかあれば、ここら辺に引きずれ、真ん中ら辺に引きずれ感が出るんですけど、そういうのもないんで、結構大丈夫かなと思いますけど、硬さとかあります？いや、ない。大丈夫そうです。でもし皮膜拘縮とかリスクも出たら、3ヶ月以降で出る可能性あるんですけど、それもないので非常に順調かなと思いますね。で、サイズ的にもその自然な感じで、周りとかとやっぱバレます？さすがにシリコンだと。いや、バレたことない。バレたことない。そうなんだ。意外とそうですね。ちょっとサイズ的に結構もともとバストがあったので、そういう方だと意外とバレない、シリコンバッグだけでもバレないっていうことがあるので、そこの体格とかに合わせて何の包茎をするかっていうのを選んでもらったらいいかなと思いますね。で、ちょっと傷跡だけ2年ぐらいかかるんですけど、そこだけ見てからね、お願いします。